こんにちは、ペッパンです。今回の動画はこれ1本で全部わかるストーリー解説パート18、バージョン 3.6 の長夜月編になります。今回に限っては解説するところが多めになっておりますので、可能な限り要点だけを絞った解説になっております。なお、説明されていない単語は以前の動画で説明されているので、気になる方は前回の動画から見ることをお勧めいたします。For English listeners, please turn on the English subtitle for more details regarding all the mysteries surrounding version 3.6. それでは張り切って見ていきましょう。物語は主人公が歳月の火種が今回のループで果たして変換されたのかという疑問を抱いたところから始まります。そして急に場面はヘルタたちがザンダーと話しているところに切り替わります。ここでの会話で大事なところをまとめると、1、ザンダーは記憶と知恵の運命は盟友には程遠い存在だと言ったが、ヘルタたちは記憶と壊滅の運命も同じだと言いました。いきなりですが、ザンダーはこの時点で実は記憶と壊滅の運命が同じ目的を持っていることを知っていたと思われます。長夜月のストーリーテキストからも読み取れるように、天賦、すなわち記憶の不利がとっくにその視線を壊滅に向けていたことも記されていました。結論から言うと、記憶の目的は運命が消えた瞬間の記憶を集めることです。そのためザンダーの目的と一致することになります。2、ザンダーによれば宇宙を終焉に導く運命は4つあり、その1つが壊滅である。3、天才クラブ4番のポルカカカムは宇宙の終焉を事前に察知していました。しかしそれを止める手段がなかったため第9機関を設立しました。4、原子博士もまた宇宙の終焉に気づいた後行動を開始したが、盟友の選択を誤ったため当初の目的からは遠ざかる結果となった。5、ルパート1世と2世は本来ならば壊滅で自己体感できるはずでした。しかしいつの間にか知恵のアイオンヌースの策略にかかり、知恵の囚人へと落ちてしまった。6、アナイクスは自身をハッキングプログラムに変換し、ザンダーの頭の中に融合することに成功していた。アナイクスはどうやってこの案をひらめいたのか。それは第3355万336回目のループでの経験に由来します。ループ名称が長いので今後は言いやすいように最後の3桁だけ読み上げていきます。このループにおいて理性のタイタンサーシスがアナイクスの脳に宿りました。それと同じ原理で自らもザンダーの頭に侵入できるのではないかと彼は考えたのです。7、ザンダーは気がついたらキレネがいなくなっていると言い、記憶の運命が今の戦況に乱入してきたと言いました。物語の開始5分ですでに難解度がやばいことになっていきました。ですので今回のバージョン 3.6 は可能な限り噛み砕いて解説していきたいと思います。場面は再び主人公に切り替わります。ここでは主人公と7日の姿に似た長夜月と以下のことを話しました。1、主人公は歳月の火種がいつ変換されたのかを思い出せないという疑問から長夜月の存在に気づいた。2、長夜月は他の者には認識できず主人公にだけ認識されるようになっていた。3、美月7日の存在はもう消えていると長夜月は言った。4、長夜月は主人公たちがオンパロスにたどり着く前に7日はすでにオンパロスに来ていたと言った。5、主人公たちを守るために7日は自分自身の記憶を燃やし尽くした。6、長夜月は7日が自身の記憶を燃やした結果として生まれた存在だった。7、長夜月は歳月のタイタンオロニクスの影に潜みザンダーの追跡を逃れていた。8、長夜月は今回の337回目では実はまだ歳月の火種が変換されていないと言った。9、長夜月は主人公が火種が変換されていないと気づいた時、長夜月のことを思い出すと理解していたので、その記憶をトリガーに主人公が今いる創世の家臣まで来ることができた。10、創世の家臣に現れた長夜月は歳月の火種を奪いその神剣を使うと言った。11、歳月の神剣は記憶をコントロールすることができるので、長夜月はこれを使い主人公の記憶にフィルタリングをかけふさわしい記憶だけを残すと言った。オンパロスの再創生の仕組みとは、世を背負う者ケファレの神剣を受け継いだ者の記憶をベースに新しい世界を作ります。
それゆえに主人公が全ての黄金栄やタイタンの記憶を持っている限り、次のオンパロスでも同じ悲劇が起こり、鉄棒は壊滅の演算を終え誕生することになります。ですので長代継は主人公に黄金栄たちを忘れさせることで、次の世界では鉄棒に必要な壊滅の演算がない世界に従ったわけです。12、長代継は一緒に感覚の雨を浴びれば主人公に何を忘れるべきかを教えると言った。感覚の雨とは、結論から言うとこれは神秘のアイオンミトスに関連する能力になります。つまり長代継がミトスと何らかの関わりがあることを示しています。もっとも長代継の運命が記憶であることは周知の事実です。しかしミトスに関連するテキストを確認すると、そのイメージはクラゲのように描写されていました。そして長代継のイメージもまたクラゲがついて回っています。こうなると長代継の運命は記憶と神秘の2つを含むことになってしまいます。この問題についての考え方はまた後ほど説明いたします。13、長代継は主人公のフィルターされた記憶から新たな無価、つまり傷一つない綺麗なオンパロスを誕生させると言った。長代継は焼却人？長代継は世界に必要な記憶を選別し、不要な記憶は廃棄しようとしていました。この行動はアーカイブに記されていた焼却人の信念に非常に似通っています。しかしよく観察すると、焼却人は不利が作り出した浄土を純粋で高貴な場所と考え、不利を崇拝しているイメージがあります。一方、長代継は不利を葬ることを目的としています。この点から見ると長代継が焼却人である可能性はむしろ低いと言えるでしょう。では焼却人ではないとすれば、長代継が記憶を忘却させようとする理由はどこから来ているのでしょうか。この答えはミトゥスのテキストの中で見つけることができました。神秘の力とは過去を抹消し今を改ざんすることとされています。つまり長代継の忘却は単に神秘の特性によって説明が可能なのです。では次に、長代継は記憶の運命におけるどの派閥に属するのでしょうか。記憶の運命を葬ることを目的とする彼女が果たして本当に記憶の運命を歩んでいるのでしょうか。ひょっとすると彼女が記憶の運命を歩んでいるように見えること自体、神秘の力で今が改ざんされているのかもしれません。もし長代継が神秘の運命だった場合、前例として神秘の運命を歩んでいるはずのギャラガーが豊穣の運命として実装されているので、偽装している可能性は十分にあると思います。14、主人公は忘れていい存在なんていないと反論するが、長代継は宇宙はまるでゴミが山積みの嵐、たまに輪廊があっても拾う人がいないと言った。長代継の意味深なセリフ。今回の長代継は意味深なことをめっちゃ言います。例えば、宇宙はまるでゴミが山積みの嵐、たまに輪廊があっても拾う人がいない。そして新しい命が芽吹いたらその種は死んでいなければならない。これらは実はとある公園水の説明文から確認できるものです。それは記憶の素材という名の孫悟の公園水になります。ご覧の通り、長代継はこの公園水のテキストから全く同じセリフを2つも引用しています。しかしもしこの公園水がなのか、あるいは長代継と関連しているのであれば、なぜその運命は記憶ではなく孫悟なのでしょうか。さらにバージョン 3.6 の終盤で炭鉱は知恵の演算、壊滅の火種、記憶の素材と3つの運命について言及していました。つまり公園水の名所である記憶の素材は間違いなく孫悟ではなく記憶に関係しているはずなのです。考察になりますが、もしかするとこの公園水の記憶のかけらの中にある虚数の木に関係しているのかもしれません。記憶の素材が虚数の木を孫悟している。それはある意味世界の真理を何かから守っているということなのでしょうか。これについてはまだまだ情報を待つ必要がありそうです。新しい命が芽吹いたらその種は死んでいなければならない。このセリフの意味の考察になりますが、ナノカの PV を見る限り、ナノカは記憶のアイオン、不利の砕けたかけらであるような表現になっていました。そしてナノカは6層表に閉じ込められていました。この状況を見る限り、ナノカは6層表から目覚めた後、
新たな命として新たな人生を歩み始めたことになります。しかしそうするためには過去の記憶は消え去っていなければなりません。したがって種、つまり過去の記憶は死んでいなければならないのです。これはつまり長尾月が言おうとしているのは、新たな生命あるいは新たな始まりにおいては過去の記憶を忘却する必要があるということなのかもしれません。15、長尾月の願いは美月なのかの開拓の旅が永遠に続くことだった。16、長尾月は主人公に忘却の海に沈んでほしいと言った。忘却とは、これも結論からになりますが、バージョン 3.6 では頻繁に忘却という単語を見かけることになります。そしてその忘却は物語の最後で神秘として表現されていました。とりあえず忘却イコール神秘と覚えてもらえば OK です。17、長尾月は主人公を記憶の塩に閉じ込めた。記憶の塩とは、簡単に説明すると記憶の迷宮みたいなイメージで OK です。それから場面は美月なのかと長尾月と会話しているシーンに切り替わります。ここでの会話の要点をまとめると、1、なのかはオンパロスにたどり着いてから97日が過ぎていた。97日、美月なのかが誰からも認識されずにオンパロスについてからの日数になりますが、この数字は実は後ほど意外なところでまた見ることになります。2、なのかはオンパロスの世界からは認識されず誰の目にも映らなかった。3、オンパロスに入ろうと試みた人々はオンパロスのファイアウォールの犠牲になっていた。4、天外の声はオンパロスに入るのは安全だというが、無事に戻ってこれた人は一人もいなかった。天外の声とは、結論から言うとこのシーンでの天外の声の正体はガーデン・オブ・リコレクションであると考えられます。その理由は、ガーデンはオンパロスの記憶を求めていたものの、オンパロスのファイアウォールを突破する手段を持っていなかったためです。そこでガーデンはこのファイアウォールを突破するために次々と犠牲者を送り込んでいたということになります。さらにそれらの犠牲者たちの記憶が改変されていた事実もガーデンが関与していることを表しています。5、長与月の記憶はナノカが知っていることが全てだと言った。長与月の記憶とは、このセリフから分かるように長与月自身は自分自身の記憶と呼べるものが存在していないようです。ではなぜ長与月は現在のナノカよりもはるかに多くのことを知っていたのでしょうか。考察になりますが、長与月が言っていたナノカが知っている記憶とは、ナノカが記憶を失う前の、つまり完全な記憶を持った美月なのかの記憶を指しているのではないでしょうか。6、オンパロスが宇宙で知られていない理由は、今までオンパロスのファイアウォールを突破できた者がいないことを意味していた。7、美月なのかが長与月に主人公とタンコを助けてほしいと願ったとき、長与月はなのかにどんな代償を差し出せると問いかけた。8、美月なのかは長与月が美月なのかの記憶の中でガーデンから身を隠していたことを知っていた。9、長与月は美月なのかの願いを受け入れ、このよどんな水に小石を投げてあげる。そうすれば行き詰まった状況にもさざ波が立つはずと言った。水に小石を投げる、さざ波が立つ。この表現方法には意外にも法則性がありました。実は列車に現れる忘却の庭の入り口であるメッセンジャーにいろいろ尋ねると、似たような例えで答えていました。考察になりますが、メッセンジャーが列車に現れたばかりの時、主人公が姫子たちにメッセンジャーのことを話そうとすると、姫子たちは強制的にその記憶を消されていました。つまりメッセンジャーもまた選択的に他者の記憶を消去できる存在であるということになります。当初はガーデンに関わる者なら全員同じ話し方をするのかと考えましたが、ブラックスワンや他のメモキーパーにはこのような話し方は見られませんでした。さらに今思えば、忘却の庭という名称には忘却という文字が含まれています。これはもしかすると神秘の庭なのかもしれません。10、長与月はさらに、その小石はあんたの自分の手で磨かなきゃいけない。それにはあんたのすべての記憶が必要なのと言った。あたし、あんた、かっこあんた。考察になりますが、美月なのかを指すときに、あんたとかっこあんたの2通りの表現方法があることでした。
普通に考えるなら、その小石はあんたの自分の手で磨かなきゃいけない。それにはあんたの全ての記憶が必要なの。と書いても問題はなかったはず。ですが、長代月はあえて必要な記憶は、あんたの記憶であることを強調しました。そして長代月は彼女自身のことをあたしと言っていました。これらを一旦まとめると、あたしイコール長代月、あんたイコール六層標から目覚めた後の美月なのか、あんたイコール六層標から目覚める前の美月なのかになるのではないでしょうか。これを裏付けるように、美月なのかは長代月と以前に1回会っていると言いました。それは準備の騎士アルジェンティが列車に初めて乗車した時のことで、美月なのかは部屋で彼女と同じ姿をしていた美月なのかを見ていました。長代月はこれを認めていましたが、当時のシーンを見るとなのかの分身の目は赤色になっていませんでした。もちろんメタ的な解釈をするなら、その当時ではまだ長代月のイメージが固まっていなかったのかもしれません。ですが、あの時あったのが実は全ての記憶を持っている美月なのかという可能性はないでしょうか。実際その時のセリフでも、分身の美月なのかは彼女は美月なのかの完全な記憶を持っていると言っていました。そしてもし長代月が完全な記憶を持った美月なのか自身だった場合、長代月が言う彼女の記憶は美月なのかの記憶しか持っていないという言い方に矛盾が生じてしまいます。長代月が長代月の記憶を全て持っているということになってしまいます。つまりこのセリフから逆算できる可能性として、長代月は全ての記憶を持った美月なのかの記憶を持ち合わせているが、全ての記憶を持った美月なのか本人ではないということになります。これを踏まえた上で考えると、長代月は六層標から目覚めた後の美月なのかに、全ての記憶を持った美月なのかの記憶を代償に主人公たちを救うということになります。11、長代月は美月なのかの中には長代が広がっていると言った。長代とは今回のバージョン 3.6 のセリフで頻繁に使われている長代ですが、明確に長代を解説したセリフは見られませんでした。そこで現状で使用されているセリフから長代の正体を考察してみたいと思います。1、長代月は美月なのかの中に長代が広がっている。たとえ私でも見えるのはその氷山の一角だけと言った。2、長代月は真の長代を与えようと言った。それから長代月はオンパロスを記憶域で包み、ザンダーやヘルタたちでもオンパロスに介入することができないようにした。3、長代月は長代はミームの天敵だと言った。これらのセリフから逆算すると、長代とはおそらく忘却または神秘のことを意味すると思われます。そうすると先ほどのセリフは、1、美月なのかの中には忘却が広がっている。たとえ私でも見えている記憶はその氷山の一角だけ。2、真の忘却を与えよう。3、忘却はミームの天敵。そして忘却が神秘と同じ意味であるのならば、神秘は記憶のミームの天敵になるということにもなります。さらにこのテキストからも分かるように、記憶と神秘は同じ地で誕生しています。つまり記憶と神秘は何かしらの確執があってもおかしくはないということになります。12、ザンダーはオンパロスに侵入した美月なのかを探していて、美月なのかはもうじき見つかりそうになっていた。13、長代月は世界を忘却の波で沈めてあげると言った。長代月の姿がクラゲに変わった。先ほども言ったように、神秘のミトスはクラゲとして表現されます。つまりこの演出こそ長代月が神秘に深く関わりがあることを表しています。約束する。さてと、この世界に
真の長与を与えよ凍らされたのは嘘、忘れられたものこそ真実。これはおそらくですが、美月なのかが6層表に凍らされていたのは嘘であり、なのかが忘れていることが真実だということになります。さあ一旦ここまでを簡単にまとめてみましょう。1、主人公はオロネクスの火種が変換されていないことに気がついた。2、ザンダーは記憶の運命がオンパロス争奪戦に参加したことに気がついた。3、長代月は主人公の記憶にフィルターをかけ、いらない情報を忘却させた後、その厳選された記憶から新しいオンパロスを作ろうとした。4、長代月は主人公を記憶の迷宮に閉じ込めた。5、7日はオンパロスにたどり着いてから97日間誰にも認識されないままさまよい続けた。6、7日は炭鉱と主人公の安全を確保するために自らの記憶を焼いて長代月を誕生させた。7、長代月は奥室の力でオンパロスのファイアウォールを無効化し、炭鉱と主人公が無事にオンパロスに入れるようにしたになります。それから場面は炭鉱の視点に切り替わります。ここで起きた重要な出来事だけをまとめると、1、炭鉱はオンパロスから請求列車に戻ることに成功した。2、だが姫子やブラックさんは炭鉱が見えない状態だった。3、美月なのか炭鉱、そして主人公は儀式だけがオンパロスに引き込まれていた。4、オンパロスの記憶域はかつてないほど満たされていたため、ブラック様はメモキーパーの力を使えばオンパロスに入れると言った。記憶域とは奥室が集まってできた空間、その内容を直接見ることはできず、記憶の運命の後人または不正な手段を使用した者だけが自由に行き来できる場所になります。そして過去に神秘が宇宙と記憶域の境に大きな流出口を開けました。つまり簡単に言うと、奥室の扱いに長けている存在からしたら自由に行動できる空間って理解で OK です。5、炭鉱は黒いクラゲが見えたがどこで見たのかを思い出せなかった。6、炭鉱がメモスナッチャーを倒したら姫子たちは炭鉱を見ることができた。7、メモスナッチャーが奥室の障壁を張っていたため姫子たちは炭鉱の存在を感じ取れなかった。奥室の障壁とは簡単に言うと記憶の帳みたいなもので炭鉱を隠していたとイメージしてもらえば OK です。メモキーパー、メモスナッチャー、焼却人、ここら辺で記憶の派閥を簡単におさらいしましょう。メモキーパー、いろんな記憶を記録する人たち、厳格なルールの上で記憶を収集している。メモスナッチャー、過激なメモキーパー、記憶のためなら盗んだり悪事に手を染めてもいいと思っている人たち。焼却人、世界の記憶には優劣があると考えている派閥で、いらないと判断した記憶は捨てるという過激派になります。あと不利を崇拝しています。8、主人公は現在長代月の記憶の塩、つまり記憶の迷宮に閉じ込められていた。9、そして長代月の記憶の迷路は長くとどまった場合ガーデンのメンバー以外は無事では済まないと言われた。10、ヘルタの第4の鏡が炭鉱の意識をオンパロスから連れ戻していた。11、ヘルタから記憶を盗もうとしたメモスナッチャーは全て第4の鏡に捉えられていた。12、その数は覚えていないから第4の鏡は42人と答えた。数字の42とは、元ネタは SF 作品で登場するジョークとして生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えが数字の42ということになります。つまり捉えたメモスナッチャーの数は覚えてないから42って言っておけば正解という冗談になります。13、第4の鏡が捉えたメモスナッチャーたちから得た情報でガーデンの目的は運命が消えた瞬間の記憶を集めていた。14、つまりガーデンは神が死んだ瞬間の記憶を欲していた。15、ガーデンはオンパロスで壊滅が鉄棒を作っていたことを察知したがオンパロスのファイアウォールを突破することができなかった。16、それゆえに
ガーデンはオンパロスに入れる人材が現れるまでオンパロスを隠すことにした。17、長代月が奥室でオンパロスのファイアウォールを無効化した上で炭鉱と主人公を無事にオンパロスに入れた。18、ベルトたちは炭鉱と主人公の体を発見し、その体は無事だと判明した。19、スクリューガムはオンパロスのファイアウォールを法を変えたことで突破したが、長代月が関与した後は濃厚な記憶域のせいで再びオンパロスには入れなくなっていた。20、だが長代月が奥室を使って炭鉱と主人公をオンパロスに入れたので、炭鉱はまだオンパロスに入れる通行証を持っていた。21、炭鉱は主人公を救うために危険な状態であるオンパロスに戻ることを決意した。場面は主人公に切り替わります。ここで起きた重要なことをまとめると、1、主人公は長代月の記憶の塩に閉じ込められていた。2、そこにキュレネが主人公を助け、主人公の一番古い記憶に逃げ込んだ。3、主人公の一番古い記憶はヘルターステーションでカフカから性格をもらった直後のことだった。4、カフカは終焉のテルミヌスの予言では4つの運命が宇宙を終焉に導くと言った。5、その4つとは壊滅、調和、虚無、そして最後は伏せられていた。6、4つ目の伏せられた運命はまだ完全にその姿を表していないと言った。4つ目の伏せられた運命とは、日本語では伏せ字で2文字になりますが、英語では11文字の伏せ字になります。これにより4つ目の運命は繁殖、propagation、記憶、remembrance、均衡、equilibrium の3つにまで絞り込むことができます。ここからは考察になりますが、現状繁殖はアイオンが死んでいるので可能性は低いと思います。均衡は今後の展開次第なのでまだ何とも言えませんが、均衡というぐらいなので宇宙の終焉は果たして均衡と言えるかに疑問が残ります。そして記憶については今回のバージョン 3.6 で記憶はカメが死んだ瞬間の記憶を欲していたり、記憶を集めている理由も宇宙の神聖に備えていると書かれていました。さらに目的を達成するためなら壊滅と手を組むことも厭わないので、現状を見る限り4つ目の運命は記憶の可能性が一番高そうです。7、カフカと記憶を見終えた主人公はキュレネと合流しようとしたが、キュレネは見つからず代わりに長代月に追いつかれていた。8、間一髪でサンデーが調和の力を使って主人公を再び長代月から引き離すことができた。9、しかし長代月はサンデーに追いつき、サンデーに対して意外と奥室に対する理解が深いんだと言った。奥室に理解が深い運命とは、現状記憶、調和、神秘の3つになります。そしてこの3つの中では記憶と神秘は同じ地で誕生しています。ここを離れましょう。離れる。自分勝手な調和の行使、あんたにできるの？今度はメモキーパーにでも頼ることだ。10、長代月はサンデーの調和の力を破り、主人公を再び彼女の記憶の塩、つまり記憶の迷宮に閉じ込めた。11、サンデーが長代月と戦っていた間、ブラックスワンはオンパラスの記憶域に侵入していた。12、ブラックスワンは上司の命令に背いてまで主人公たちを救おうと行動していた。ブラックスワンの上司とは、結論からになりますが、室上司がブラックスワンの上司になります。室上司についてはもう少し後にがっつり解説したいと思います。13、これによりブラックスワンは完全にガーデン・オブ・リコレクションを敵に回すことになった。場面はブラックスワンに切り替わります。ここでの重要な情報をまとめると、1、ブラックスワンはオンパラスの記憶域で大量のメモスナッチャーが長代月によって廃人にされていたのを見た。2、ブラックスワンはメモスナッチャーの方針は残っているが、
神式は消えていると言った。方針？神式？簡単に言うと、方針イコールメモスナッチャーのミームでできたからだ。神式イコールメモスナッチャーの魂だと思ってもらえば OK です。ちなみにミームを分かりやすい言葉で説明すると、肉体を捨てた記憶の生命体みたいなイメージで OK です。3、ナノカがオンパロスに侵入したことで、オンパロスのファイアウォールは臆室で無効化されていた。4、そのおかげでメモスナッチャーたちもオンパロスに入ることができるようになった。5、メモスナッチャーは長代月はメモキーパーの天敵だと言った。なぜ長代月がメモキーパーの天敵なのか。簡単に言うと、神秘の運命が得意としているのは記憶を忘却させ、そして記憶を改ざんすることだからです。記憶で存在しているメモキーパーからしたらまさしく天敵ということになります。6、メモスナッチャーは長代月について全検点、そして室上司について話した。全検点とは、簡単に説明すると、記憶のアイオンフリがいると思われている場所にガーデン・オブ・リコレクションが記憶を捧げ続けて作った場所が全検点になります。室上司とは、結論から言うと、記憶のアイオンフリの記憶のかけらから生まれた存在であり、記憶の指令よりも上位で記憶のアイオンに一段近い階級になります。これを簡単な序列で例えると次のようになります。フリ、室上司、記憶の指令、メモキーパー。さらにこれも結論からお伝えすると、長代月は室上司について何度も言及していましたが、彼女自身は室上司ではありません。さらにこれも結論から言うことになりますが、室上司とは完全な記憶を持った美月なのか、そしてキュレネのことを指しています。ナノカが該当することは予想していましたが、キュレネまでもが室上司であったという事実には驚きました。この真相は物語終盤で長代月自身が語っていました。この一枚でしっかり室上司のかけらの中にキュレネも入っていました。7、メモスナッチャーは室上司がメモスナッチャーを捨て駒に使い、生き別れた姉妹を見つけ殺して回収することしか考えていないと言った。生き別れた姉妹とは、室上司はガーデン・オブ・リコレクションを設立したと言われています。そしてその室上司の一人は他の室上司を見つけた後殺し、不利の記憶のかけらを回収しようとしているということになります。そしてブラックスワンが長代月に出会ったところで、場面はキュレネの視点に切り替わります。ここでの重要な出来事をまとめると、1、キュレネは長代月によって主人公から引き離され、まだヘルターステーションの記憶の塩に閉じ込められていた。2、キュレネは記憶の奥でナノカのカメラを見つけて、その中から水色のクラゲを見つけた。3、その水色のクラゲは美月ナノカの記憶だった。美月ナノカを見つけたところで場面は炭鉱に切り替わります。ここで重要な出来事をまとめると、1、炭鉱はスクリューガンの助けを借りてオンパロスに戻ってきていた。2、炭鉱はザンダーの案内のもとカスライナとファイノンに会いに行った。3、ザンダーが言うには、今回の337回目のループではカスライナは暗黒の塩の侵食を食い止めるべく自らを封印そのものに変えた。4、ザンダーはカスライナは壊滅のアイオンナヌークに傷を負わせ神の血を取り込むことに成功したと言った。5、ザンダーは長代月を見つけたかったらカスライナを起こし霧を払う必要があると言った。ザンダーは長代月の正体に気づいていた。霧と感覚の雨は神秘の運命に関連するワードなので、ザンダーは長代月を表すときに霧を言っていたことから、もしかしたらすでに長代月が神秘に関わりがあると知っていたか、または疑っていたのかもしれません。6、再び目覚めたカスライナは全てがうまくいかなかったから頭からキノコが生えたかのようにイジイジしていた。7、そしたらファイノンが現れてカスライナに生えていたイジイジキノコを取り除いた。8、ファイノンがカスライナを説得した後、ファイノンたちは自らの存在をビームに変えて長代月の記憶域に穴を開けることができた。
行こう。闇夜の向こうへ。黎明はそこにある。そしていずれ昇る烈日も。正直最初見た時、よくわからん状態から理性のタイタンサーシスの本体が急に焼かれたのを見て、なんで私っていうサーシスの元凶が聞こえました。実際にはファイノンはシンゴの樹底に隠れていた長世継ぎの記憶域を焼いたことで、長世継ぎに近づくチャンスを作ったことになります。9. ザンダーは大地の半身アラブエの死が怪しいと炭鉱に教えたと、炭鉱はシンゴの樹底に向かいました。10. アナイクスはザンダーが隠していた単語であるデミウルゴスとは何なのかを聞いた。デミウルゴスとは、この単語の初登場はこのシーンになりますが、これを解説するにはまだまだ物語を見てもらう必要がありますので、この解説はまた後ほど詳しく語りたいと思います。さあ一旦ここまでを簡単にまとめてみましょう。1. 炭鉱はオンパロスから請求列車に戻ることに成功したが、なぜか姫子たちからは見えなかった。2. 炭鉱はメモスナッチャーを倒したことで姫子たちからは見えるようになった。3. 炭鉱は主人公が長世継ぎの記憶域に捉えられていたことを知った。4. ガーデンの目的は神が死んだ瞬間の記憶を求めていた。5. 炭鉱は自分の危険を承知した上でオンパロスに戻り主人公を救うことを決めた。6. 主人公はカフカとの会話の記憶で宇宙を滅ぼす運命は4つあることを知った。7. サンデーは長世継ぎの記憶域から主人公を助けたかったが長世継ぎに阻止されて失敗した。8. サンデーが奮闘している間、ブラックスワンはガーデンの上司の命令を無視してオンパロスの記憶域に入り主人公を助けに向かった。9. ブラックスワンはオンパロスの記憶域でメモスナッチャーたちは室上司が送り込んできた捨て駒だと知った。10. 室上司は室上司の姉妹を見つけ殺し記憶を回収するのが目的だった。11. キュレネはナノカのカメラの中で美月ナノカの記憶を見つけた。12. 炭鉱はスクリューガムの助けでオンパロスに戻ってきていた。13. 炭鉱はザンダーと一緒にカスライナに会いに行った。14. カスライナは炭鉱とファイノンの説得のもとやる気を取り戻し長世継ぎの記憶域に壊滅の力で穴を開けた。15. これにより炭鉱は長世継ぎの記憶域に入ることができたとなります。炭鉱がシンゴの樹底にたどり着いた後、重要な出来事をまとめると、1. 炭鉱はいきなりアラブエと名乗る人物と出会った。2. アラブエは長世継ぎの記憶の死を、つまり記憶の迷宮に入ることで人々の記憶から消えることができたし、炭鉱についての記憶を知ることもできた。3. アラブエは炭鉱の普及の力である硫化妙法を奪うために襲いかかってきた。硫化妙法とは簡単に説明すると、普及の一族である寿命族の寿命が尽きようとした時、再び赤ん坊として転生することができます。そしてこれは本来寿命族にしか使えない術なのですが、これを普及以外の種族に転生の術を施すことを硫化妙法と言います。つまりアラブエは炭鉱から転生の秘術を奪おうとしていたということになります。4. アラブエを追い払った後、炭鉱は濃厚な記憶域のせいで彼の前世であるタンフーの記憶からできた幻が見えるようになった。5. タンフーは寿命族は転生すれば前世の記憶を忘れるはずだが、タンフーの場合特殊な状況だったため忘れることはなかったと言った。タンフーの過去、陰月の乱とは、詳しく語ると動画1本分の内容があるので簡単にざっくり説明すると、タンフーの親友である白寿が北条の司令である出骨との戦争で死んでしまったので、タンフーは白寿を硫化妙法で生き返らせようとしました。それは禁忌だったのにもかかわらず、
タンフは親友のためならどんな犠牲も払う覚悟でした。ですが硫化妙法は失敗してしまい、白寿を薬竜に変えてしまい、結果薬竜は彼女の親友である渓流に撃たれました。これを陰月の乱と言い、罰としてタンフは強制的に転生させられる罰を受けることになりました。しかし寿命族の長たちである粒子は陰謀のために本来なら転生時に消えるはずの記憶をわざと残しました。それにより炭鉱はタンフの記憶を持ったまま転生することになったのです。これを理解しないとタンフがこれから言う犠牲と覚悟の意味が分からなくなるので、これを理解することで今後の話ももっと分かりやすくなると思います。6、炭鉱はトリビーやセイレンスの記憶の幻と会うことができた。7、セイレンスは海洋の神剣で主人公を追跡しようとしたが、大地の神剣がその追跡を遮ったと言った。8、炭鉱は雲上の五騎士がまだ親友だった頃の記憶を見ることになった。この記憶の時期とはケイと新郎に攻め込む前なので、第三次北条戦争の頃になります。9、タンフは炭鉱に主人公たちのためならどれほどの犠牲を払う覚悟があるのかと聞いたとき、炭鉱は全てをと答えた。10、過去の記憶の幻影たちはアラブエがケルデラ側に寝返ったと叫んでいた。アラブエは誰を裏切ったのか。簡単に説明すると、ケルデラが大地のタイタンと戦争していた時、大地の阪神アラブエは山を開いた民と一緒に大地のタイタン側の戦力でした。ですが日酔いの旅のためにアラブエはケルドラ側に寝返り、山を開いた民と大地のタイタンに牙を向いたわけです。11、アラブエだと思っていた人物は山を開いた民ジオクロスという大地の竜騎士だった。12、ジオクロスは一度死んでいるが長世継ぎの記憶域で記憶の精霊として蘇っていた。13、ジオクロスは炭鉱を長世継ぎの記憶域で殺せば硫化妙法の記憶も記憶域の一部になるため、ジオクロスは硫化妙法の力を手に入れられると言った。14、そして硫化妙法を使って大地のタイタンの巨竜を復活させようとしていた。15、ジオクロスは日酔いの旅で次のループに行けるのは人間たちだけで動物たちは含まれていないと言った。16、ジオクロスは次のループに行けない動物たちのために硫化妙法を手に入れようとしていた。17、本物の大地の半身であるアラブエが現れた。18、アラブエと長世継ぎの取引で長世継ぎを大地の神剣で隠した。大地の神剣でどうやって長世継ぎを隠したか。大地の神剣について詳しい説明がないため考察になりますが、物理的に長世継ぎが隠れていた洞窟を塞いでいたわけではないと思います。データの世界ではザンダーはとっくに全てを把握しているので、物理的な隠し方ではすぐに見つかってしまいます。ですので大地の記憶域で長世継ぎの記憶域を隠していたのではないかと思われます。さらにセイレンスは水の力を使って記憶域にいる主人公を見つけようとしましたが、大地の神剣に遮られたと言っていました。主人公は記憶域にいたので追跡も妨害も記憶域に関わっている可能性が高いということになります。20、アラブエは長世継ぎはオンパロスの過去が全て埋葬された墓所から出てきた上に、彼女よりも先にその墓所を知っている者もいないと言った。21、炭鉱はアラブエから大地の神剣を受け取り、そしてループに引き継がれることがなかった動物の生命たちを次のループに、そしていずれは宇宙に連れていくための器になった。生命を運ぶヨーロとは、簡単に説明するとノアの箱舟をイメージしてもらえば OK です。炭鉱は全ての動物の魂を未来に送り届けるための船になったということになります。受け取れ、私の最後の裏切りを。そして大地に新たな神の名を告げられ。はあ
の道を守るものだ。22、炭鉱は大地の神剣を手に入れた後、炭鉱の内に眠る炭風が残した記憶や力は全て消え去った。炭風の力が消えたということは、炭風の普及の力が全て消えたということは、今後炭鉱は陰月の姿で戦うことが今後なくなるのかもしれませんね。23、炭鉱は大地の神剣が邪魔になることはなくなったので、セイレンスにもう一度水の力を使って主人公を探してみるように頼みました。24、そして炭鉱自身は記憶域に潜り、記憶域の中で長い時間をかけて主人公を見つけ出しました。お前だ。それから主人公を見つけた炭鉱は主人公と以下について話しました。1、炭鉱は長与月の忘却は指令の力と変わらないと言っていた。忘却イコール指令？結論からになりますが、忘却は神秘のことを意味します。そして炭鉱の言葉からすると、長与月の神秘の力は指令級ということになります。2、主人公が長与月の忘却から逃れられたのは、キャストリスが主人公を守っていたからだった。そしてキャストリスとセイレンスと別れた主人公たちは、オンパロスの過去が全て埋葬された墓地に入っていきました。墓地に入った後、重要な出来事をまとめると、1、墓所に入った直後に8に似たマークを見ることになった。2、そのマークは女子誌の本が最初に起動するときに一度見ていた。3、炭鉱はセプターに閉じ込められたオンパロスの住民は、オンパロスの世界が8という形になっていることを知らないはずだと言った。4、炭鉱はオンパロスの姿を壁画に描いたのではなく、この壁画を描いた何者かがオンパロスの世界を8の姿にしたかもしれないと言った。5、炭鉱はザンダーはこの墓所の場所を知らなかったため、これを行った人物はザンダーではないと言った。6、この墓所はザンダーには認識されず、ファイノンも入り口を開けただけで、長与月だけはここで自由に移動できた。これが意味するところは、簡単に言うと、ザンダーイコール知恵には認識できない、ファイノンイコール壊滅は入り口を開けるだけ、長与月イコール記憶または神秘だけが自由に移動できるということになります。ここからは考察になりますが、ザンダーはセプターの管理人でありながら、その最も奥深い場所を知恵は認識していませんでした。つまりセプターの一番奥深い場所は記憶か神秘ということになります。そしてオンパロスには知恵、壊滅、記憶という3つの存在が関与していることが判明しています。ということは、アイオンたちがこのセプターに注目した順番は記憶、知恵、壊滅ということになります。さらにここから大胆に考察していきます。もしセプターの始まりが知恵ではなく記憶だった場合、記憶域がセプターを満たしていたということになります。これはまるでピノコニーが性格を取り込む以前の状況に似ています。そしてもう一つ不自然なことに、オンパロスでは未だに性格の気配が見当たりません。これらを考慮すると、もしかしたらオンパロスとは記憶域と性格の力で作り上げられた世界なのではないでしょうか。つまりオンパロスの中心である13体目のタイタンとは未だに現れていない記憶の指令、そして性格が関わっている可能性があります。さらに考察が続きます。結論からになりますが、キュレネは記憶の指令以上の立場である室上司だと分かっているので、記憶の指令はキュレネの可能性が高くなっています。そしてこの墓所は記憶域で満たされています。つまり記憶の指令以上の力を持っていた過去のキュレネがこの墓所の本当の主なのかもしれません。
そうなるともしかしたらキュレネがこの墓所に語りかけていた相手は性格ということになるのかもしれません。あくまでもぶっ飛んだ考察になりますので、これについての答えは今後のバージョン 3.7 で明かされることを期待しましょう。7、主人公たちは墓所の奥に進むと長与月の領域である記憶の渦の中に入っていきました。ここで場面はブラックスワンの視点に切り替わります。ここで起こった重要な出来事をまとめると、1、ブラックスワンは長与月に捕まっていた。2、長与月は長与はミームの天敵でありガーデンの敵だといった考察になりますが、以前長与はおそらく神秘という話をしました。そしてここで改めて記憶のミームは神秘の天敵だと分かりました。これはメモスナッチャーたちの結果を見ても分かると思います。ですがここからさらに深読みしていくと恐ろしいことに気がつきました。まず気になったのは、長与月はなぜ美月なのかの中に隠れてまでガーデンに見つかることを恐れていたのでしょうか。もし長与月が神秘だった場合、いろいろつながっていきます。ここでピノコニー編のギャラガーを思い出してみてください。ギャラガーは神秘の運命を歩んでいました。そしてギャラガーはどうして消えてしまったのでしょうか。そうです、正体がバレてしまったからです。神秘は正体が暴露され、神秘のタブーを破ると存在が消えてしまいます。そして長与月の存在を誰よりも知っている可能性がある運命はどこでしょうか。さらに長与月はどの運命を一番滅ぼしたがっているでしょうか。そうです、記憶になります。つまり記憶の運命には長与月の正体を知っている人物がいる可能性が高いのです。その人物から長与月は隠れなければならないということになります。こうなると神秘は忘却の力で記憶を飲み込むことができるため、神秘が記憶の天敵になりますが、同時に記憶が神秘の正体を知っている可能性が一番高いので、記憶が神秘の天敵にもなるということになるのではないでしょうか。これも考察の域を出ませんが、今後の展開に期待したいところです。3、長与月はこの墓所は知恵の言葉だとカーネル層と呼ばれているといった。カーネル層とは、これは IT 用語なので簡単に説明すると、カーネル Kernel はオペレーティングシステム OS の中枢になる部分で、 CPU やメモリなどのハードウェアリソースを直接制御する特権的なメモリ空間のことです。ここで注意してほしいのは、 OS とはカーネルを含むハードウェアとソフトウェアの集合体になります。つまり墓所がセプターで一番大事なところというイメージで OK です。4、長与月はこの墓所を無名のタイタンの大墓と名付けた。5、長与月は美月なのかがオンパロスにたどり着いた時、最初に目覚めたところがこの大墓だと言った。6、長与月はオンパロスには指令に匹敵する存在が3人いると言った。7、その3人のうちの2人は知恵のザンダーと壊滅の鉄母だと分かったが、最後の記憶の指令に匹敵する人物はまだ解明されていなかった。8、そしてオンパロスの記憶機には常にある力が存在していて、ガーデンの侵入を拒んでいた。9、美月なのかがオンパロスに入った時、記憶の指令に匹敵する存在がなのかを守り大母に連れてきたと長与月は言った。記憶の指令に匹敵する人物とは考察になりますが、ここで長与月は指令に匹敵する人物と言い、単なる指令とは言いませんでした。それはもし記憶の指令に匹敵する存在が室長子だった場合、この理由にも当てはまります。そしてオンパロスの一番奥は記憶域でできていて、その記憶域は常に記憶の指令に匹敵する存在が守っていた。さらに記憶の指令に匹敵する存在は美月なのかを無事にオンパロスに送り届けた。ここまで情報が揃うと、その記憶の指令に匹敵する存在は室上司のキレネということになると思われます。10、美月なのかが大母に近づくと、セプターからアクセス権がないと言われ門前払いをされた。11、しかしセプターはその後プロトコルラムダ003ダッシュ097を実行した。12、セプターはなぜか主人公の名前を言い、過去で待ってると言った。13、セプターはその後ナノカをカプセル化して英語回帰3355万
336回目のループに送信した。カプセル化とは、これも IT 用語ですので簡単に説明すると、送りたい手紙、データを封筒、カプセルに入れて宛先のラベルを貼り送る準備をするということになります。さらに分かりやすくナノカの例に例えると、送りたいデータ、ナノカをカプセル、データ化してに入れて宛先のラベル、英語回帰3355万336回目を貼り送る準備をしたということになります。セキュリティプロトコルラムダ 003-097 とは考察になりますが、このプロトコルの名前の中に097が入っていました。これはナノカがオンパロスでさまよった97日と同じ数字になります。セプターはどうやっているのかは分かりませんが、未来が分かっているような感じがします。実際ナノカを送った後、ナノカが97日間さまようことになるので、プロトコルの名前の中に97という数字が入っていることがおかしいのです。これはセプターが主人公の名前を知っていたり、過去で待っているというセリフと辻褄が合うようになります。しかしこれ以上の考察をするにはまだパズルのピースが足りないので、今後のバージョンに期待したいところです。14、ナノカは336回目の英語回帰でザンダーから逃げたりミームとして開拓したりしたが、オンパロスでは誰もナノカを認識できなかった。誰にも認識されなかったナノカ。ナノカの PV でも分かるように、実はこの時期ナノカの存在は認識されなくともトリスビアスの旅立ちを助けていました。これで我々はようやく当時誰がトリスビアスを助けたのかという疑問の答えを知ることができましたね。そうです。あの時トリスビアスを助けていたのは認識されなかったナノカになります。15、それからナノカの記憶を代償に長代月が誕生し、炭鉱と主人公を無事オンパロスに送り届けた。16、それからブラックスワンと長代月は大母の奥に入っていった。ここで場面は主人公の視点に切り替わります。ここでの重要な出来事をまとめると、1、主人公たちも大母に入ろうとしたが、セキュリティプロトコルはアクセス権がないと言った。2、主人公は女子誌の本を取り出すと、それがアクセスキーになり、主人公たちは大母に入れるようになっていた。3、セキュリティプロトコルラムダ 003-097 は英語を回帰していたキュレネを毎回ループの最後でフォーマットしていた。4、過去のキュレネは毎回フォーマットされる前にそのループで起きていた出来事を全部物語を語るように誰かに話していた。5、主人公は大母で12人の黄金への物語を再度かき集め女子誌の本に記録した。6、その女子誌の本が大母の重要なキーになっていた。7、大母の奥には電子聖木インヌピースにも引けを取らないほどのデータセンターがそこにあった。電子聖木インヌピースとは、千の星々をめぐる気候 PV ヤペラ反逆事件で一言だけ出ていた場所になります。おそらく大きなデータセンターがある星という理解で OK です。8、炭鉱はセプターが壊滅に陥る前は記憶のアイオン不利の一別を受けていた可能性が高いと言った。9、炭鉱は運命の指令は一別をもらっただけではなることができず、アイオンから偉大な力を授かる必要があると言った。10、不利は知恵から見えない場所に大量に記憶を保存する仕組みが必要だった。11、もともとは記憶を保存する仕組みは歳月のオロニクスが担当していたが、英語回帰が始まってからは歳月のオロニクスは消えていた。12、それゆえに英語回帰が始まってからは記憶の保存先はキュレネが持っていた儀礼剣に変わった。英語回帰のループの方法とは、1、英語回帰の始まりで儀礼剣がキュレネを殺しキュレネの魂を取り込む。2、旅の終点で儀礼剣の中にいたキュレネの魂がそのループの記憶を持って大母にたどり着く。3、最後にキュレネが大母でその記録を誰かに伝えた後、キュレネの魂はフォーマットされる。こうしてオンパロスの記憶は英語回帰のループの外で記憶され続けてきた。そして演算のデータの結果を得られないままループが終了するため、セプターはそのループの最初までロールバックする必要があった。13、炭鉱は
フリに永劫回帰の記録を渡し続ける限りフリの加護は消えることはないと言った。14、過去のキュレネはフリの加護を失わないように永劫回帰の記憶をフリに伝えているつもりだった。フリに伝えているつもりだった。結論から言うと、キュレネはフリに騙されていると長代月は言いました。つまりキュレネは実際にはフリに記憶を語っていないことになります。でも過去のキュレネは確かにフリに伝えているつもりでもあったということにもなります。15、炭鉱はキュレネの口調がアイオンに対して話す口調ではないことに気がついた。キュレネは誰と話していたのか。ここ本当にややこしいですよね。先ほどの証拠ではキュレネは確かにフリに記憶を献上している限り見捨てられることはないと言っていました。つまり確かにキュレネは結果はともかく少なくともフリに記憶を献上していたつもりでいたということになります。ですが途中から口調がアイオンに対しての話しかけている感じじゃなかったため、キュレネはまだ判明していない人物に語りかけていたことになります。ここら辺は今でも確実なことが言えないので今後のバージョンで解明することを期待したいところです。16、主人公たちはセキュリティプロトコルエルシオンを解除しデミウルゴス・マトリックスに入ることができました。デミウルゴスとは元ネタはプラトン哲学から来ています。デミウルゴスは完全なイデア、つまり善の理念を素材に使い物理的な世界を作り上げた存在とされています。ここからは考察になりますが、もし善の理念を素材にしてオンパロスを作り上げたのならば、その善の理念は室上司のキュレネなのかもしれませんね。キュレネも絶対に消えない思いは愛だと言っていましたし、マトリックスとは本来は母体や基盤のことを指しています。つまりデミウルゴス・マトリックスとは世界を作り上げた神の基盤というイメージで OK です。さあ一旦ここまでを簡単にまとめてみましょう。1、炭鉱はシンゴの樹底に入った瞬間、大地の半身アラブエと名乗る巨人と出会った。2、アラブエは炭鉱の転生の秘術である硫化妙法を奪おうとしていた。3、炭鉱は長代月の記憶域のせいで前世の記憶であるタンフーが幻となって現れた。4、セイレンスも主人公を記憶域から救い出そうとしたが大地の真剣がそれを遮った。5、炭鉱はタンフーがまだ親友たちと仲が良かった頃の記憶を見た。6、タンフーは炭鉱が全てを犠牲にしてでも主人公を救う覚悟はあるのかと問い、炭鉱は全てを犠牲にできると言った。7、アラブエだと思われていた巨人は本当のアラブエではなくアラブエの相棒みたいな存在だった。8、炭鉱は巨人を倒した後本物のアラブエにあった。9、アラブエは人間は次のループに行けるが動物たちは無理なので何とかしたかったと言った。10、炭鉱はアラブエを説得し動物たちの魂は炭鉱が未来に連れて行くので大地の真剣を渡してほしいと取引をした。11、大地の真剣を手に入れた炭鉱は進化しタンフーの力を失った。12、炭鉱はセイレンスの助けとともに長代月の記憶域にとらわれていた主人公を助け出した。13、主人公たちはオンパロスの過去が全て埋葬された墓地に向かった。14、ブラックスワンはナノカがオンパロスに降り立った瞬間から墓地にいたことを知った。15、墓地はオンパロスのカーネル層みたいなところだった。16、ナノカはオンパロスのセキュリティシステムになぜかアクセスが認められ336回目のループに送り込まれた。17、ナノカは誰にも認識されずに97日間さまよった。18、主人公たちが大墓に入った時ナノカと同じようにオンパロスのセキュリティに拒絶されたが主人公が持っていた女子誌の本のおかげで大墓の内部に入ることができた。19、主人公たちはキュレネの記憶を集めながら大墓の奥へと進んでいったになります。それから主人公たちはデミウルゴス・マトリックスの奥へと進んでいきました。ここで起きた重要な出来事をまとめると、1、デミウルゴス・マトリックスの最深部にたどり着くとそこには8に似たマークと長代月が待っていました。2、長代月は最初の知性の種はデミウルゴスだと言いました。3、そして13人目のタイタンこそデミウルゴスでありすでに存在しないと言いました。4、長代月は
記憶のアイオンフリは実はオンパロスを救う気はなく、ずっと前からその視線は壊滅に向けられていると言った。5、その理由は記憶は鉄棒を利用して知恵が死んだ後の運命を飲み込もうとしていたからだった。6、長代月はキュレネが捧げてきた記憶を代償にセプターを破壊することで主人公たちを救おうとしていた。キュレネが捧げた記憶を代償にする必要とは、美月なのかの記憶を捧げることでオンパロス全体を長代月の記憶域に閉じ込めることができました。であればキュレネが溜め込んだ3000万回以上の記憶を捧げればセプターも破壊できるということだと思われます。7、ブラックスワンはそんなことをすれば壊滅と同じことをしているし、長代月自身の記憶も無事では済まないと言った。8、長代月はそれも計算済みなのでブラックスワンのミームの体を奪おうとしていた。9、長代月の目的は記憶の運命を葬ることだった。10、長代月は記憶のアイオンフリとガーデンを排除しない限り美月なのかは永遠に安心して眠れないと言った。11、ブラックスワンが長代月の手から逃れられた理由は、長代月の記憶域にいたブラックスワンはフェルタと天才たちの守りがあったからだった。12、長代月は主人公たちを再度説得してオンパロスを焼こうとしましたが、主人公たちはそれを断った。人の本質を変えられるものは記憶。残念。そう逆だよ。13、長代月が召喚したモンスターを倒した主人公は長代月に美月なのかを返すように言った。14、しかしその時天才たちが施した記憶域から守ってくれる暗号キーが効果をなくしたため、主人公たちの生死与奪の権利は完全に長代月の手に握られた。15、危機一髪のところでキュレネが現れ主人公に長代月の写真を撮らせました。16、そうすることでキュレネの記憶で作られた光塩水に長代月を閉じ込めることに成功しました。17、美月なのかは本来なら長代月が現れた時点で全ての記憶が消えるはずだったが、最後の力を振り絞って歳月のタイタンオロニクスに隠れることができた。18、そして主人公が336回目のループでオロニクスを撮影した時に美月なのかはカメラに映ることができた。19、なのかはカメラの中で主人公と一緒に旅したことで、今回の337回目のループで請求列車に戻った時列車での記憶が蘇った。20、なのかは長代月が世界を救うためにオンパロスを犠牲にするかどうかを決める権利はないと言った。21、最終的になのかは長代月に感情面では説得することに成功した。22、理屈の方面ではキュレネが長代月を説得しました。23、キュレネが言うには、もし長代月が強制的にセプターを破壊しようとした場合、ケルドラが書き換えた新しい法でオンパロス以外の勢力は弾き出され、強制的に鉄馬は誕生していたと言いました。24、感情面でも理屈面でも長代月を説得できたナノカは長代月と融合しました。主人公たちはそんなナノカを見つけたところで、美月か。もちろんうちだよ。久しぶり。ナノ、おかえり。ただいま。ここのナノカちゃんのスキル最高すぎて自分ももらい泣きしました。それから長代月はナノカに以下のことを話しました。1、長代月はナノカの記憶から室城氏の名前を消した。キュレネも室城氏。ここで右に映っているピンク髪の子はキュレネと同じ髪飾りをしているので、キュレネの可能性がとても高いと思われます。2、長代月はガーデンはナノカの敵であることは確信できると言った。3、忘却は神秘であると長代月は言った。場面は姫子たちに切り替わります。ここでの重要な出来事をまとめると、1、選手同盟が
鉄棒討伐に参加することになった。2、オンパロスの因果が大円休館の陣から消えてしまったので、ヌースが警官した時が近づいている証拠だった。大円休館の陣とは、簡単に説明すると、スーパーコンピューターを使って未来を占うというイメージで OK です。ヌースが計算した時とは、知識の得意点の出現という意味になります。そして知識の得意点とは、一部の天才が自己体感によってアイオンの域に到達するような行為を行うと、それはヌースの計算を超える知識の爆発を引き起こす可能性がある状態になります。つまり簡単に言うと、鉄棒がもうじき自己体感しそうだからめっちゃやべえ状態という理解で OK です。ここで場面はザンダーの視点に切り替わります。ここでの重要な出来事をまとめると、1、ザンダーはデミウルゴスは今も昔も存在しないと言った。2、ザンダーは例え話でデミウルゴスが存在しないと説明した。ザンダーの例え話。1、賢者が実験を始めた。2、成長する前のモンスターの容体の頭部を取り除いた。3、引き続きモンスターの体には刺激を与え続けた。4、モンスターの容体は脳がまだあると錯覚した。5、モンスターの体は霊液箱、バイオソーみたいな黄色い球体で死なないようにした。6、モンスターの頭部は再生したが、頭部の中には脳がなかった。7、賢者はモンスターの体に刺激を与えるのをやめたら、モンスターが死ぬと思った。8、しかしモンスターは死なずに本能に従い、賢者の脳を奪い取った。これをもっと分かりやすいように解説すると、1、ヌースが実験を始めた。2、鉄棒は成長する前に CPU を抜き取られた。3、鉄棒は CPU がないまま実験が続行された。4、鉄棒は自身がまだ CPU がある状態だと錯覚した。5、ザンダーは鉄棒が演算が止まらないようにある環境を整え演算を続行した。6、鉄棒は CPU を入れるためのマザーボードを自ら製造したが CPU はなかった。7、ヌースはセプターの演算を見捨てた。8、鉄棒は本能的にヌースを CPU として取り込もうとしたということになります。そしてこの場合 CPU がデミウルゴスということになります。3、ザンダーはデミウルゴスという名のタイタンを含めない状態から演算を開始した。4、鉄棒は完全な生命体イコール自己体感をしたいという本能によりヌースを取り込もうとしていた。5、アナイクスはザンダーが鉄棒の CPU を抜いたのは彼が再び第2のヌースを作ってしまう可能性を恐れていたからだと気がつきました。6、ザンダーはこれを認め、鉄棒には最初からカセをかけることでその可能性を潰していた。場面は主人公の視点に切り替わります。ここでの重要な出来事をまとめると、1、キレネは日和の旅は喪失の旅だけど絶対消えないものは愛だと言った。考察になりますが、このセリフを見て案外最初の知性の種は壊滅ではなく愛なのかもしれないと思いました。2、12人の黄金映が1人ずつ再び火種を変換し最後の再創生の準備を終えました。そして完成された女子誌の物語を見ることになりました。めくって、この永遠にも近い1ページを。開拓よ、まだ見ぬ結末を知るぜ。最後、世界は混沌と化した。そこに神々が火種を与え、タイタンが生まれた。壊滅の暗黒の潮が大地に訪れ、エスカトンへのカウントが刻まれていく。それでも日和の巨人は開拓の偉業を成しつつ先へ進む。黄金の地よ、熱き川となり神々の命へと流れ入るのだ。黄金の眉、
アグライア、生徒の糸網に触れ星々の声を聞け。山荘の神は門と道を渡り歩き、宇宙からの知らせを運んでくるだろう。理性のアナクサゴラス、その学識は世に抗い、覚醒の嵐を巻き起こす。神婚を分かつ聖女を見つけ、かの者を天空で目覚めさせよ。天罰の矛メデイモス、再び戻り、その魂で敵の王を貫け。飛翔する兵セファリア、足を止め停滞した運命を動かせ。そしてアンタンタルテ、キャストリス、スティクスの主、抱擁の権利を与えられた彼女は、その指先に生をも咲かすだろう。永遠の中から満たされた杯の声が聞こえてくるだろう。未明に栄夜の帳が訪れるだろう。その旅の終わりに命は大地の果てへと向かい、冠をいただいた無名の王が英雄たちと共に救世の偉業に挑むだろう。遠い過去に昇った太陽は人々の足跡を記録した。黄金栄と呼ばれる存在が神々の火種を返し、再び天地を支えたのだ。火を追う旅は喪失の道。その中では命さえも匙となる。我らは火に身を投じる。ただ創世の女子誌に最初の一筆を刻むために。これは今までとは違うロマンチックな物語。そうでしょ。ということでバージョン 3.6 はこれにて終了になります。では最後にいつも通りここまでを簡単にまとめると、1、主人公たちは墓の最深部にたどり着くと、そこでは長世継ぎが待っていた。2、長世継ぎは13人目のタイタンは存在しないと言った。3、記憶のふりはとっくの昔にその視線を壊滅に向けていた。4、長世継ぎはキュレネが捧げてきた3000万回以上の記憶を巻きにセプターを焼き払うことで鉄母の誕生を防ごうとした。5、長世継ぎは記憶の運命を葬ろうとしていた。6、長世継ぎが召喚したモンスターを倒したが、主人公たちは長世継ぎの記憶域でピンチになっていたところ、キュレネが主人公たちを助けた。7、キュレネとナノカは長世継ぎを記憶の迷宮に閉じ込めることに成功した。8、ナノカとキュレネは長世継ぎの説得に成功し、セプターを破壊するのを止めた。9、ナノカは長世継ぎと融合した。10、ナノカ、タンコ、主人公の3人組がようやくまた一緒になれた。11、すべての記憶を持ったナノカとキュレネは室城市だと知った。12、先週同盟も鉄母討伐に参加すると知った。13、ザンダーはデメウルゴスという最初のタイタンはヌースを取り込むために最初から存在しないように設計されていたと話した。14、黄金栄たちと主人公は再び再創生を行い、今度こそ完全な女子誌を作り上げた。15、すべての準備が整い、主人公たちは最後のループへと向かったになります。ということで以上が今回の動画になります。ここまで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。この動画が皆様の何かのお役に立てれば嬉しいです。これからも崩壊スターレールで何かシェアできるものを発見できたい動画を作っていきますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。
それでは皆さん、また次回の動画でお会いできれば。以上、ペッパンだからでした。ではではです。